任せて。仕事の痕跡を観察して、そこに秘められたこだわりや喜び、そして興奮を感じ取っていくのは、私の一番馴染み深いコミュニケーションなんだ。ドクター、このトゥードゥーリストからも、あなたの努力が伝わってくるよ。メロディーの出所を探してるの？このグラスにかけた音楽アーツだよ。リターニアの街中で聞こえる音楽も、大抵こういうアーツで奏でられてるんだ。彫像に噴水、あとは壁画とか、思いもよらないものが、実は音響装置だったりするよ。せっかくだから、これで何か飲んでみて。お酒にするなら、この曲かな。申し訳ないけど、音楽そのものの良し悪しを評価するのは、聴き手と作り手の仕事。私はただの絶対音感を持った調律師でしかないし、自分のできることもよくわかってるから。みんな努力して初めて才能という言葉の意味がわかるって言うけど、私は自分に才能がないことも、だから努力する必要もないってことも、初めからわかってたよ。私の地元は小さな観光町で、町の隅々にまで、私が入念に構成した音楽が流れてるから、どこを歩いても、メロディーがお供してくれるよ。あと、目隠し音当て迷路っていう大会が有名なんだけど、ドクター、優勝したら、かなりの賞金が出るよ。私は出ないよ。審査員だから。ドクター、このエリアごとの音楽構成案を見てもらえるかな。各エリアの BGM をアーツで連動させて、仕事にも遊びにもすぐに身が入るように、ぴったりの音楽を設定してあるんだ。だけど、この執務室の音楽構成はまだ考えてないよ。自分の不眠対策プレイリストくらいは、あなた自身で決めるべきでしょ。街をきらびやかに彩る存在。雑誌の記事はいつも大げさな見出しをつけるけど、調律師って、そんなに高尚な仕事じゃないと思うよ。でも考えてみれば、結構すごい作品が隅っこに生まれてることもあって、そういうのを拾い集めて、音楽のわかるちびっこに届けるのも、私の仕事かな。この卒業写真ね。あの頃は自分の才能のなさが本当に苦しくて、毎日辛かったのが、なかなか忘れられないんだ。だからその頃の写真を部屋に飾って、もう後悔はないって、自分に言い聞かせてるんだよ。あ、なんで私が写ってないのか、だっけ。えーっと、それは、実は私、卒業できなかったんだ。私の用意した花がどこにあるか、聞いてわかる？最近、医療部に届ける花に音楽アーツをかけてて、あとはこの一曲で組曲が完成するんだ。患者さんから見れば、私もお医者さんだし、みんなに悔いが残らないようにするためのお手伝い。患者さんを満たしてあげられるのは、必ずしも健康になることだけじゃない。そうだよね。医療部の人が音痴の原因を調べるって言ってくれたけど、病気じゃないのは自分でわかってるんだ。高等の上から見下されて、馬鹿にされたり嫌われたりして、病気って言われてただけ。どのみち大きな期待をされるのは好きじゃないし、ノイズを調律で消すみたいに、後悔だって綺麗に消せちゃう。調律師になってよかったと思う。あ、わざとじゃないんだけど、このデュオの安眠作用が強すぎたのかな。大丈夫。リターニアでの仕事は、ひとまず同僚に任せてあるから。外れ。
みんなも私と同じで、文句を言うどころか、仕事が終わるのを逆に残念がるような人たちだから、すごく複雑だね。情熱的な風雅みたい。私が評価されたの。なんだか変な感じ。ただ自分の仕事をしてるだけで褒められるなら、ドクター、ロドスに興味を持ってるリターニアの同僚も何人かいるんだけど、検討してみてくれる？あの旅行でいろんなことを悟ったし。偉大な都市の確証は、天が与えた才能から生まれるわけじゃなくて、勤勉な調律師たちの協力あってのものだって気づけたんだ。それでそういう暮らしに、平凡だけど、必要不可欠な仕事をこなす日々に憧れたの。あなたの指揮に従うよ。待ってるね。私が温度を取ろうか。ホルンが鳴ったから。次はドラムの出番だよ。ノイズには黙っててもらおう。アコルト、聞いてるよ。え？今なんて？私の出番だね。一応やってみるけど、4分の4拍子。せーの。ちょっと低い。もう一回。波打つ。アルペシオ。これが私の音域。まだ給付にたどり着いてないのに、敵は諦めちゃったみたい。たくさん曲を用意しておく必要もなかったね。レクイエムを聴きながら、あの人たちも自分のことを悼むべきなんだ。あんまり心に響かないフレーズなら、早めに切り上げるのも悪くないと思う。かえって耳を清めないと。楽譜のないまっさらの紙みたいに静かだね。この場所の演出は、私に任せて。あなたの音は聞こえてるから、私を驚かすのは無理だよ。ドクター、私の角を打楽器扱いしないでね。アークナイツ、こんにちは。ドクターのために、乾板組曲を作ってみたから、耳を澄ませてみて。拍手があると、もっと素敵に響くかも。お誕生日おめでとう、ドクター。このプレゼントには、私が心を込めてカバーした歌の音楽圧をかけてあるんだ。原曲の方がずっといいし、少なくとも音は整って聞こえるけど、私のカバーほど記憶に残る歌声はないって、自信を持って断言できるよ。昔は、後悔を気にしないようにするのが難しくて、頑張って平気なふりをしてたんだ。でも、今にして思えば、そんな必要はなかったみたい。エネルギッシュで情熱的なメロディーは、いつも曲のクライマックスにあるし、静かに添えられた音符も、もうノイズとみなされることはないから。ロドスのみんなに、ちゃんと居場所があるのと同じようにね。今は年越し行事の音楽の秩序を保たないといけないから、お祝いはまた後でね。裏方の人って、大抵閉幕した後に、一人で静かに祝うものでしょ。賑やかなのが嫌いなわけじゃないから、誤解しないでね。私がメロディーに込めた祝福がみんなと共にあるし、音楽が流れ続けてる限り、調律師はずっとそこにいるんだ。